通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、日本のとあるアニメからの話題になります。今回、先月から放送がスタートいたしました日本のアニメヤニネコが香港と台湾で次々に検閲されてしまったのではないかとして、これが現地で大炎上してしまっているというんですね。当局によるダブルスタンダードも指摘されているということですので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこちらご存知ですか？ 2026 年7月2日から、これね、放送がスタートしておりますアニメ、ヤニネコ。非常にね、癖のあるアニメではあるんですが、これがですね、香港、台湾で次々に検閲されてしまってるとして、こちら現地でね、大きな騒動となっているんですね。で、今日ちょっとですね、喉、またね、若干来ておりまして、声が出にくいんですね。今ね、あれからずっと通院してるんですが、お聞き苦しかったら申し訳ございません。で、このね、ヤニネコの件、現地でもね、このように、様々なメディアがね、これを取り上げておりまして、結構ね、大事になってるんですよ、これ。すごいでしょ。で、まずね、事の発端となったのは、こちら、ありますね。香港でした。ヤニネコ配信停止。衛生書を以前から苦情を受けていた。タバコブランドを繰り返し表示した疑い。台湾のアニメ配信プラットフォーム。これね、ちょっと読み方難しいんですが、これね、ドンファーホンっていうんですかね。英語読みで、バハムートアニメクレイジーと呼ばれているプラットフォームということなので、ちょっとバハムートにしておきますね。台湾のアニメ配信プラットフォームバハムートは、香港衛生所からの警告の書簡を受け取った。同書は、アニメヤニネコが喫煙条例に違反し、インターネット上で喫煙製品の広告を流している疑いがあると指摘。これを受け、同プラットフォームは直ちに香港地域での配信を停止した。資料を確認したところ、同アニメの第1話では少なくとも2回、タバコブランド、メビウスと見られるタバコの箱が映し出されていた。ということでね、こちらでは何が起きたかと言いますと、まずね、このアニメですよ。こちらにありますが、2026年7月2日、つまり先月ですね、放送がスタートしております、新作アニメで、こちらにありますね、漫画家集団のニャンニャンファクトリーによる日本の漫画作品。で、もともとはね、ツイッターで投稿されていたんですが、後に週刊ヤングマガジンで連載化されたと。こういったものなんですね。で、プクタね、正直これ、見たことがなくって、この件を受けましてね、現在ね、こちら Hulu で配信されておりますので、あと Netflix でもね、配信されているということです。ちょっとね、2話の途中まで見てみました。ちょっと時間がなくてね、最後ね、見れなかったんですが、すごいですね。いやー、驚きましたよ。ちょっとね、この絵柄からは想像しない展開で、間違いなく言えるのは、万人向けのアニメではありません。もうね、1話の最初の2分で、あらゆる下品な描写が出てくるというね。素晴らしい作品ですが、これね、今 Hulu で配信されているのが、ここありますね。邪流開放版でいいんでしょうか。これね、放送では検閲されていた部分が、全部ね、モザイクなしで見れるというバージョンのようで、こちらではモザイクが入ってるということなんですかね。そのぐらい強烈なアニメなんですね。で、主人公はね、こちらに見えておりますが、ヤニネコ。これ世界観としては、獣人と人間が共存している世界ということで、特にね、何かストーリーがあるとかそういうものではなくって、このヤニネコが自分のボロアパートでね、ひどい生活を送ってるわけですが、それを見せていくと、そういったものです。ブクタはね、全然こんなのウェルカムなんですが、かなりね、見る側にも体制が必要で、場合によっては嫌悪感を持つ人もいるのかなというような感じですね。ただブクタはね、これ全部見ていないので、もしかしたらね、この先どんどんね、別の形に展開していく可能性はありますが、この綺麗な絵柄で、とんでもない下品な世界を見せていくと、そういったアニメになっていました。これね、網羅してる方いらっしゃったら、ぜひ感想を聞かせてください。で、このヤニネコはですね、もう本当にね、1年365日、24時間ノンストップでタバコを吸い続けていると。このレベルのヤニカスで、実際ヤニカスと呼ばれているんですね。そしてこのヤニネコが吸っているのが、ここに見えてますね、これ。はい、こちらです。メビウスと。実在のタバコとなっていて、つまりこれが広告に当たるのではないかと、このように言われてしまっているわけですね。そして先ほども出てきましたが、これをね、配信しておりますのが、台湾のアニメ配信プラットフォーム、バハムートで、香港の衛生所から、このヤニネコがね、喫煙条例、公衆衛生条例に違反していると、このような指摘をされ、配信を取り下げたというわけです。衛生所は問い合わせに対し、以前より市民から苦情を受けていたと回答。この苦情では、2つのオンラインプラットフォーム、バハムトとネットフリックスが配信するこのアニメ作品に、タバコ広告が含まれている疑いがあり、その製品やブランド名が繰り返し明瞭に表示されていると指摘されていた。この調査後、公衆衛生条例の規定に基づき、各プラットフォームに通知を出し、広告に関する法律に違反する可能性のある配信行為を停止するように求めた。
ということで、やっぱりね、メインとなっているのは、このアニメ自体がね、タバコの広告に当たると、このような指摘がされているというわけなんですね。で、一応ね、この広告に関しては、厳しい規制が敷かれていると。こういうわけなんですね。それがね、こちらにあるんですが、条例では、何人もインターネット上に、喫煙製品の広告を掲載したり、掲載を手配したりしてはならないと定められている。で、この騒動というのは香港だけにとどまりませんでした。これがね、台湾でも問題視されてしまうわけですよ。人気アニメヤニネコは、同名のウェブ漫画、青年漫画を原作とする日本のテレビアニメで、インターネットや多くの動画配信プラットフォームで配信されている。しかし最近、ある保護者が、作中に喫煙シーンが頻繁に登場する上、タバコのブランド名やパッケージがはっきりと映し出されていることに気づき、同市基金会に通報した。ということで、先ほどの香港に引き続き、台湾でも、ほんとね、同様の理由ですよね。これがちょっとね、先ほど日本語読みになってしまいましたが、同市基金会という民間の非営利団体です。これはね、1984年に設立された、台湾で公衆衛生活動を行っている団体で、特にね、禁煙、タバコ規制の推進で有名だそうなんですね。つまりこのアニメを見た市民がここに通報し始めたと。じゃあなんでそこまでする人がこれ見てるんだって話になりますけどね。だってこれ見てください。タイトルこれね、ニーグーミャオミャオ。これ、ニコチンっていう意味だそうです。ニコチン猫つまりヤニ猫というわけで、とてもね、タバコに対して過激な反応をする人が見るようなタイトルとは思えないんですが、なんだこのタイトルはとなったんですかね。今回台湾でも通報されることになってしまったと。そしてここね、一応市民の声ということで、台北市民はこのような情報源が最初の段階ですぐに遮断されなければ、子供たちの間で簡単に広まってしまうと思うと話した。また別の台北市民は、子供たちがまだよく理解していない状態で真似をしたり、同じことをやってしまったりするのが心配で、あまりいいお手本ではないと思うと話している。ということでね、とてもあのアニメを見た人の感想とは思えませんが、子供が真似してしまうんじゃないかと、このように言っているんですね。でもこれどうなんですかね。プクタね、もう本当に序盤の序盤しか見てませんが、このアニメの中ではね、こちらのヤニネコ、もう本当にろくでもないやつとして描かれていくんですよ。これが終盤にかけてね、何か変わっていく可能性はありますが、もうね、真似したいなんて、つゆほども思いませんよ。プクタね、タバコ吸わないんですが、もし吸っていたら、やめるんじゃないかってくらい。このヤニネコを見て。もうほんとそのぐらいひどいキャラクターなんですよ。そもそも働いてもいなくてね。で、常にタバコに飢えていて、それを買うお金もない。で、ひどい生活しているんで、お腹とか下すんですよ。それをしっかり描かれていて、妹がね、遊びに来るんですが、部屋が臭すぎて嘔吐するっていうね。そんな描写もあるんですよ。真似する憧れますか？逆だと思うんですけどね。ほんとね、禁煙セラピーにぴったりのアニメなんじゃないかと思いますが、台北ではね、子供たちが真似するじゃないかと、このようなクレームが出てしまっていると。で、このクレームを受けましてですね、香港で停止になった3日後、台湾でもね、このバハムートでの配信が停止されることになりました。で、このね、台湾の衛生局の調査の結果、作品内容がタバコ危害防止法、これに違反していることが確認された場合は、最高で100万台湾ドルの罰金が課される可能性があると。つまりこれ現在のレートで約500万円ですので、取り下げますよね。現在このようになってしまっているんですね。で、これを受けましてですね、こちらバハムートになります。これ収録時点から16時間前の投稿なんでね、まだ1日経っていません。番組変更のお知らせ。代理店から急遽通知を受け、今期の新作アニメ、ヤニネコの内容が、タバコ危害防止法の関連規定に違反する可能性があるとの説明がありました。この通知を受け、直ちに配信停止の対応を行う必要があります。今回の件でご不便をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。まずは、本作を楽しみにしてくださっているユーザー皆様に、心よりお詫び申し上げます。ということで、この下ではね、返金の対応をしているということで、これを呼びかけています。ちなみに、この対応をしているのは、現時点ではね、バハムートとなっておりまして、その他にもね、ネットフリックスで配信しているって言ったでしょ。ネットフリックスでは引き続き見ることができるんだそうです。だからこれからネットフリックスがどのように動くのか、このあたりは一つの注目ポイントなんじゃないかなと思います。で、台湾に関しましてはですね、このバハムート以外にも、様々なプラットフォームで、このヤニネコ削除されてしまったということで、現状ネットフリックスが最後の砦となっています。で、これを受けましてですね、こちら ACGN という、台湾のね、文化、クリエイターの権利を守ることを目的とした民間団体。ここがね、これに対しての抗議の声明というのを出しています。依存症の惨めな生活を笑いの題材として、明らかに風刺的な性質を持つ成人向けアニメでさえ、少数の団体からの通報によってわずか1日で配信停止になり得るのであれば、他のクリエイターも当然リスクを避けるために社会的に議論を呼ぶあらゆる題材を描くことを諦めるようになるだろう。これは単に一つの作品が失われるという問題ではなく、台湾の文化、創作活動全体の表現の幅を直接狭めることになる。というようなことでね、これ非常に長いポストなんですが、今回の対応をね、痛烈に批判しています。
これに対しましてね、こちら、フローキーチューという方ですね。この方ね、元市議会議員で、現在ね、YouTuber をやっているということで、かなり著名な方のようですが、同志基金会が正式に主管機関へ文書を送り、ヤギ猫を告発した。反喫煙運動自体は素晴らしいと思うし、俺自身もタバコは吸わない。でもな、創作内容の自由にまで干渉するなら、ただのアホだろ。ということで、こちらね、コメント欄では主に、やっぱりね、この作品、禁煙に対しての啓蒙になっているのに、なんでこれ規制するんだと、本当に見ているのか、このようなことを言っている方がね、すごく多い印象ですね。で、こちらね、X でガイラクさんというね、台湾の方、この件いろいろね、情報をシェアしてくれてまして、今ね、これ台湾の掲示板で大炎上してると。そうするとこちらね、台湾の方いらっしゃるんですが、あの財団には脳みそがあるのか、こんな単純な禁煙アニメーションですら理解できないのか、ね、むしろ禁煙アニメーションなんだと。日本は東アジアの表現の自由の砦であり続けなければならない。こうやって海外展開前提に作らないといけないから、表現がどんどん萎縮しちゃうんだよね。娯楽産業の輸出は反対だわ。香港と同じく、台湾も電子タバコが禁止されていたり、喫煙には厳しいんだけど、劇中の表現として、タバコを吸う行為がいいかどうかは議論の余地があると思いますね。社会的な影響から、歴史的な映画や映像は良くて、新しいアニメはダメだとすると、フェアなのかという話になるので、今回これがね、ダブルスタンダードとして、かなり言われているようですね。この他にも、過去のね、喫煙する作品というのは多いにもかかわらず、それらが規制されていないと。ほら言っただろう。台湾の老害たちが、みんな今か今かと出番を待ってるよ。ワンピースでも昔似たようなことがあった。だから後に、3時のタバコは全部モザイクがかけられるようになった。ヤギ猫を笑って見られるくらい日本は先進国だな。くだらないことをちゃんとくだらないレベルでやってるから、あのアニメには何にもねえのに、しゃあない。はい、ということで本日はですね、先月から放送がスタートしております、日本のアニメ、ヤギ猫が、香港、台湾で、次々と規制対象になってしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。内容自体はね、かなりえげつない内容となっておりますので、見る人を選ぶというのはこれね、もう間違いないです。で、海外というのはね、日本に比べて、タバコに関しての制限が厳しいというのもこれまた事実なんですね。例えばね、欧米なんかだと、そのプラットフォームによってはね、自分のアイコンに喫煙してる人の写真使えなかったりしますからね。それ設定してるとモデレーター飛んできてね、やめてくれと。それ無視してるとバンですよ。だからこういった作品がね、何事もなく見れている日本というのは、環境としては恵まれてるのかもしれませんよね。で、やっぱり思うのはね、このヤニネコのようにね、喫煙をメインに据えたアニメっていうのは、もう海外からは生まれてこないってことですよね。これって何気にすごくないですか。おそらくこのヤニネコみたいな作品っていうのは、日本からしか生まれてこないわけでしょ。違った意味でね、感銘を受けてしまいましたが、もうすでにですね、日本からしか生まれてきようのない、この新作アニメ、ヤニネコ。決してね、万人にお勧めはできませんが、下品なものに耐性がある方は、ちょっとね、チェックしてみてもいいかもしれません。ちなみに、このね、ヤニネコのオープニング、この方がね、ポストしてくれてるんですが、これね、曲もめちゃくちゃいいんですけど、様々な映画のオマージュの詰め合わせなんですよ。これね、映画好きの方、ちょっとチェックしてほしくって。これほら、コンスタンティンでしょ、ジョーカー。これはレオンですかね。このようにね、様々な映画の喫煙シーンの詰め合わせになっておりまして、これ、プロジェクト A でしたっけ、ジャッキー・チェンね。このね、オープニング素晴らしいので、この機会にね、このアニメ知らなかったよという方、そして、下品なものにね、耐性がある方、耐性ない方はやめてください、本当に。耐性のある方は、ちょっとね、チェックしてみてもいいかもしれません。これについて皆さんは、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。